今回は 4.5 周年後半と新年で登場しそうな新キャラクターを紹介していくぜ。この時期はガチャがすごく充実してきますからね。一体誰が出そうなのか気になりますよ。それではまずはじめに紹介するのは、東京最終区シリーズだぜ。こちらは東方キャラが一般人のようになっているシリーズだよね。そう、このキャラたちは2023年の半秋年で追加されたヒフーロストワード記号 L？最終区完結編にて登場したキャラ、性能などは不明、どのようなキャラ区分で登場するかなどもわからないが、やはりなかなか特別なキャラクターとして登場しそうな予感もあるな。しかし戦えるキャラっぽくないから本当に実装されるのか微妙。もともとは天使シリーズと同時に出たので、この組み合わせでジェニックで出るのではないかとされていたんだが、実際は4万円として登場を果たしました。さすがは商売の神様たちだけあって集金がお得意です。でもストーリーだけで終わらせるのはもったいないので何かしらで出すのではと思うな。どんな形で出るんだろう？出すならば、変身するとかやはりジェニックで出すとかだな。でもロスワの中でジェニックハズンズミュージッククールレクション同士で組ませる予定だったんですよね。実際はズンズミュージッククールレクションとアキューズアンタタッチドスコアなんだけど、ロスワ公式が勘違いして組ませました。例えると、ディズニー同士で組ませないといけないのに勘違いしてディズニーとピクサーを組ませちゃったみたいな感じだよね。めちゃくちゃわかりやすい。それをなんとズン氏に指摘されたという事件があったので気になる方はこちらで解説しているので見てみてね。なので音楽作品キャラ同士で組ませたいようだからジェニックの確率は低いかも。でも毎回ヒフーと組ませて羽を生やすみたいなのでいくとも考えにくいですよね。これはヒフークラブレッドブルの案件もらっていますね。どうやって出すかはわからないが、東京最終区のキャラクターは実は意外と増えていて、コメージ家も出てきているんだ。コメージ家まで出るならガチャでも出そうだな。どのように出るのかは不明だが、新キャラ候補として挙げさせてもらったぜ。続いて紹介するもうすぐ出そうな未実装キャラは盲目矢心エイリンだぜ。このキャラは確かにそろそろ出そうだ。シナリオ上ではこれまで超フェスゲンとして登場した平和インジュンタクインマリーンジアイン4人のキャラクターたちのさらに上という存在。その辺を考えるとエピック限定、またはその先として登場する可能性が考えられるキャラクターなんだ。どちらにせよ、最強クラスの性能を持ったエイリンはこれが初ということになるでしょうね。エイリンというと、もともと月の都創設を貢献した月の賢者で、蓬莱山かぐやの教育係を務め、その頃にかぐやの依頼でかぐやの能力により蓬莱の薬を作ったという天才中の天才。原作でもそのインテリさを発揮している場面が見られるが、東方ロストワードのストーリーでも的確な計画を見せているな。このエイリンは2022年10月、レリック昨夜の記憶遺跡でシルエットのみが先に登場していたんだが、メイン探索第4章第4編のシナリオで正式に立ち絵その他が公開されたんだ。まだ立ち絵が登場したのみで、スペル演出やら SD キャラはまだ見れず、出来上がっているかも不明なので現時点ではいつ実装されるかはわからないな。いつ出るかわからないけど、優秀な禁止解除持ちになりそう。かなり強くなりそうですよね。とりあえず、弱点付与ができるレリックかぐやと相性がいい陰行付き属性はほぼ確定だろうし、ナースということもあって水着ゆかりを超える禁止解除スキルで2つ持ちで出る可能性があるな。5周年で出すにはちょっと荷が重いので、4.5 周年後半とか新年とかはありえそうだ。ストーリー的にもどんな役目を持ったキャラなのか気になるところですよ。性能、ストーリーの役目も大切だが、盲目のジョイさんは S すぎる。続いて紹介するもう少しで出そうな未実装キャラはちびゆかり様こと小さな大妖怪ヤクモゆかりだぜ。最近めちゃくちゃ出ますよね。そうそう、最近のロスワはガチャ実装に合わせてイベントをするようになった。その世界線のごちゃ混ぜの最後のまとめ役として最近出しているんだ。もうだいぶ慣れ親しんできたし、もしかしたら近いうちに出る可能性もあるな。ただロリカは大概超フェスで出るので記念看板キャラとしての実装は低いね。あとまだそのまとめ役としての仕事がまだやらせるつもりだろうからそういう意味ではまだ出さない可能性もあるね。このキャラもチュートリアルから出ているし、ストーリー的にもどのような感じで出るのか非常に楽しみですね。続いて紹介するそろそろ出そうな未実装キャラは水着シリーズだぜ。すき家でマグロのたたき丼注文する波に定番中の定番ですよ。いやそれ珍しいでしょ。水着エピックは2022年7月29日開催の妖怪の賢者南国エイクエピックお祈りで初登場したキャラクター。その後大半はこの水着シリーズがエピックを担当しているな。エピックの振り分けが謎すぎるんだけどどうなってるの？見た目重視がエピック。まあ確かにね。前回めちゃくちゃに量産していたけどまた最近落ち着いているので新しいキャラクターを制作している可能性が高い。水着キャラはやはり魅力的なので引く人も多いので間違いなく今後も出すだろうね。4歳児対象芸なのに水着芸になってるけどね。また意外と昨夜、サナエ、モコウ、アリス、アヤとか人気キャラが出ていないしな。アリスとアヤはすでにエピックで出したので水着の実装は相当先でしょうな。またも不遇を受けるアヤとアリス。でも昨夜と本命輪とかで新年で出しそうだ。時期全然違うけど、普
通に 4.5 周年後半もありえそうだぜ。前回は 3.5 周年後半に水着紅マリサが出たよね。前回の事例もあるからまた水着エピックが出る可能性もあるのか。というか水の神であるかな子様の水着はいつ出るのよ。安心してください。サナエが出れば出してもらえるのでそんなに遠くない。巫女からおこぼれをもらう神様。続いて紹介するのはジェニックキャラクターだぜ。また空白の8ヶ月にならないか心配。2023年10月27日から導入された比較的新しいお祈りだな。ちょうど1年が経ったわけか。なのにギリギリ4体しか出ていないという驚愕の事実。初登場はミマ様&神秘様。旧作と悲風クラブがコンビを組むというなかなか激アツな組み合わせで登場して非常に盛り上がったガチャだ。しかも扱い的にはバトル向けのレリックよりも上なのでスペックが非常に高いのよね。強さは7575とレリックと同じクラスではあるもののレポート F だ。そして夢にまで見た2人組のキャラクターのため、レリックよりも強さ的には上にされているらしい。またエピックの強さが7800とはいえ、意外と総合的な強さではレリックに劣っていることから、白フェスを抜けば実質一番強いクラスがジェニックです。なんといっても新要素が強い。ジェニックキャラの最大の特徴は共鳴。共鳴は前衛の人数に応じて補正を上げる新たな機能ですが、ジェニック限定キャラは2人分にカウントされるのでそこを並べると補正をさらに引き上げることが可能。つまり最大6人分の補正をかけることができるんですよね。ジェニックは強さデザインは一級品なんだが、ジェニックの仕様としては結構不満点も多いのよ。まず旧作キャラが完全な奴隷制。バトルだけさせてなぜかホーム画面は悲風クラブという仕様で、せっかくバトルで頑張ってくれたキャラをいたわりたいのにできない。しかもラスは演出も悲風クラブに奪われる始末。また常に悲風クラブとの組み合わせ。先ほども言ったように失敗してるんだけど、どうやら音楽作品キャラ同士で組ませたいようで常に悲風クラブと旧作がタップするようだ。さすがに飽きるし、賢い悲風クラブのキャラの会話内容が難しいからなお飽きやすい。さらに実装があまりにも遅い。なんと前衛3人がジェニックで本来の力が発揮されるのに8ヶ月という空白を作った。なぜここまで開けたのか理由は不明。せっかく珍しい旧作キャラの活躍の機会なのにもっとうまく活躍させてあげてほしいところですね。ああ、単体で出そうとしてもジェニックとほぼ同じデザインなので単体で出せないしね。すごく改善してほしい部分だぜ。そんなジェニックなんだが新たなタップの登場が近いかもしれないぜ。旧作キャラもなんだかんだ立ち絵が色々公開されてきましたしね。そんなジェニックで登場するであろうキャラクターを紹介するぜ。ジェニックはなかなか出てこないので、次回誰が出るのか期待ですよ。まずは東方旧作白霊レイムと霧雨マリサだな。そっかなんだかんだまだこの2人出てないじゃん。私もこれをまとめていて気づいたが、全然 4.5 周年や新年に来てもおかしくないキャラクターだよな。ジェニックキャラクターがあまりにも出なさすぎるので、節目のいい新年などでジェニックの登場の可能性が高い感じがあるよ。まず旧作レイム&マリサについてなんだが、そのまま東方プロジェクトの旧作と呼ばれる PC98 時代でプレイできた東方プロジェクトの時のキャラクター。レイムは主人公でマリサはもともとレイムの敵キャラとして登場したキャラクターですよ。ロスワでは、悲風ストーリーやレリックのストーリーでも出てきていてやはりかなり重要な立ち位置らしい。主人公補正もあって強いのは確かだろうけど、ジェニックになるなら誰と組むのかにも注目ですね。また岡崎夢美と北白川千百合や旧作優香、旧作アリスなんかも登場が確認できているのでこの辺もかなりジェニックで出そうだぜ。ああ、4.5 周年のエピックでアリスとアヤが出たけど、旧作優香、旧作アリスは原作設定的に繋がりがあるのでこの2人が来るかも。アリスは言わずもがな、同一人物説があるし優香とアヤは貝塚出身でロスワの主人公と関係が深いキャラだからね。おそらくどんどん出すつもりだから、4.5 周年後半に新たなジェニックが出るかも。ただまたそれと同時に悲風クラブも量産化されるのかと思うと心配だ。悲風クラブクローン説を表している説。続いて紹介するのはホニャララ教シリーズだぜ。あなたたちは私たちを何年待たせるんだ。もう黒マリサが登場してから2年が経つわけで、シリーズも色々出ているぜ。高魔教、クジャク教、時空教、ラッキョウ。ラッキョウは遊びすぎや。かなり前から名前やシルエット、断片的なセリフだけは登場していたキャラクターなんだが、レリックフランの記憶遺跡にてついに立ち絵が公開されたんだぜ。クジャク教、高魔教、無双教などもまだ詳しいバックボーンは判明していないものの、やはり重要な存在になりそうだな。ただ言えることはレリックフランドールをリアルで雑魚扱いしていたので、レリックとは比べ物にならないほどに強いのがわかるね。メスガキちゃん要素はすでに格上です。間違いなく、このゲームにおいて重要キャラなことから彼女たちは2022年に実装されたラ青レイムや白小石といった革命児キャラのインフレを感じさせる性能として登場しそうだぜ。またフランは他の世界のフランを吸収しているらしくこれが強さの秘密らしいが、これはおそらく限界突破のことを表しているので、おそらく限界突破しなくても貫突されている状態で出るはずだぜ。ロスワは神ゲーなんでやってくれるでしょう。また新たな区域として実装された場合は、通常とは違う新たなラストワードやスキルを獲得してほしいところだぜ。未だ判明しているのは立ち絵のみ、SD キャラやスペル演出なども確認されていないので実装がいつになるかはわからないんだけど、ストーリー上でも重要なキャラクターになり
りそうで、大型キャンペーンなどの目玉キャラとしての登場は確実だろう。2023年がスカーレット姉妹で、今年は妹キャラが記念キャラを飾っていることを見るとやはり5周年に一番惹かれるスカーレットを出すと思われるぜ。またその時は新たな区分で出る可能性はありそう。白フェスのことを考えるとこのシリーズの片白は購入じゃないと入手不可とかあるかもね。想像したくないっす。つい最近コウマ島で追加ストーリーが出たんだが、遊人鏡と幻想鏡も登場。幻想鏡派正直ダサいと思っちゃいました。また名前だけならプリズムリバーだと思われる名前や、リリーホワイトと思われるものも出てるんだ。そんなおとなしめなキャラも今日になってるの？ほにゃらら今日って選ばれし者たち的な感じだったが誰でもなれるらしい。じゃあ私はかなこ今日という名前にしますよ。いやその今日は違う意味です。そんな感じで結構キャラクター数も多くなっているシリーズ。なのでそろそろ出てもいい頃合いだな。ただ、どでかいステージで出すはずだから 4.5 周年後半はないけど、ワンチャン新年で出すかもって感じだな。確率的には節目のいい5周年に出そうな雰囲気はあるね。確かに新年か5周年になるでしょうね。作中ストーリーの扱いも他の世界のものと違って最強らしいのでやはり性能もぶっ壊れると思われるぜ。多分ほにゃらら今日限定のスキルがつけられるんじゃない？それはありえそうだな。とにかく歴代最強クラスのガチャゲンになるはずなので楽しみに待っておこう。続いて紹介するのはフラスコマリサだぜ。ネーミングセンス。このフラスコマリサはまだまだ未知なキャラクター。正直まだ彼女について、あんまり語られていないから言うことがないが、急激に登場回数が増えているので、新しいストーリーとともに 4.5 周年で登場する可能性もあるよ。ほんと最近になってまた出始めていますよね。青レイムとチビゆかりと対面していることからかなり重要人物っぽいですよ。出るなら、ガチャ区分的になんで実装されると思う？重要な立ち位置のことを考えると、エピック臭いけど、雰囲気的には超フェス感があるね。最近はマリサの超フェスでの登場がないからありえなくないね。ただ、主人公キャラクターを安売りすることは少ないと思うので、エピックで出してきそう。下手すると新たなガチャ区分かもしれない。どうなるか楽しみだ。ラストに紹介するのは最新のアップデ情報で登場した新キャラクターたちだぜ。さすがに 4.5 周年は確実にこの子たちでしょう。いろいろ言ってきたけど、この中の誰かが 4.5 周年でしょう。まずは黒服のレティ。かっこいい感じのレテだ。なんで黒服なのかわかるかな？なんで黒服なの？レティは東方ヨーヨームの黒幕だからだよ。なるほど。雰囲気的には超フェスで出そうだな。確かにそれっぽいね。チルノと同じ氷タイプなので今回新しく出た走行チルノと相性がいいものになるのではと思われるね。そしてリリーホワイトの新キャラも登場。これはもう確実にエクストラフェスだよね。大人化なのでそうなるだろうな。リリーホワイトというと小さい妖精なんだけど、こちらのリリーは非常に成長しているので、大人化でおなじみエクストラフェスで出るだろう。エクストラフェス量産されるなぁ。今回は大妖精と合わせてエクストラフェス2体だからね。ということは、後半にまた大片白が追加されるという認識でいいんだよね。運営を信じましょう。最後に蓬莱のヒートポンプ藤原の模倣だぜ。これはアリスとアヤみたいな感じでエピックで出そうだね。ああ、4.5 周年後半はこのモコモコ模倣だろう。超フェスの青模倣と結構被ってる。まだわからないけどエピックとエクストラ量産されるなぁ。どちらもインフレしない程度の性能になるガチャゲンだから出しやすいんだろう。エクストラに関してはラスは演出を削っているので作りやすいしね。またやっと季節に合ったキャラが出てくるようになったね。以前まではとりあえず水着だったからな。いい心がけだと思うよ。おそらくこの模倣は26日の生放送後すぐに出すはずなので楽しみにしておこう。視聴者さんが気になっている未実装キャラがいたらコメントを。また私と同じように盲目エイリン先生に注射されるのは怖すぎると思う方は高評価も押していってくださいね。また最新アップデ情報も紹介しているのでそちらも確認しておくといいぜ。それではここまでご視聴ありがとうございました。